すよーす。ご視聴ありがとうございます。夏の日差しで包丁がヒートソード状態、東北キリタンです。よすよす。来てくれてありがとう。体温を調節できても体感の暑さはいかんともしがたい。漆黒のメタンこと非黒メタンよ。さあ皆さん、このインベントリの右端にある謎のハートが見えますか？これこそネザーの心です。あら、今日は随分と準備が良いのね。サクサク進行でいくのかしら。ふっふっふ。もう3回目ですからね。そろそろ慣れを見せていかないと。録画ボタンを押してなかっただけだなんて言わなきゃ視聴者は気づきませんからね。このキリタン、前回までのか弱い女じゃありません。何をしてるの？本当に何をやってるの？まあ録画はせもある意味では動画制作の経験値の一つよね。いや、取り逃したのがネザーの心のクラフトと黒曜石集めとゲート構築だけで命拾いしましたよ。まあ見どころを逃したわけでもないですからね。本番はこっからグダグダ言わずにチャッカー&ゴー。うわ、なんかキモい。モッドバイオームのど真ん中に出てきちゃいましたね。これは骨が折れそうね。とりあえず護衛にウムブーサナたちを。なお、彼らはこの数秒後に2匹が焼けて3匹が窒息したわ。役に立たない。これはさすがに召喚師側の不手際じゃないかしら。お目当て第1号。ホグリンね、皮をいただいちゃいましょう。血のりはこっちにあります。皮よこせ。でかい肉、ハムよ。厚い皮。地図によるとこっちに建造物が。あれですかね。あれはピグリンの。みたいね。彼らが良いものを溜め込んでることに期待しましょう。じゃあサクッと成果を。エニグマティックレガシーのウィザードトームに今回後々作ることになる防具の素材であるソラークリスタルね。エニグマティックレガシーも日本語の情報が少ないですし、ちゃんと調べてそれ単体の回を設けたいですね。ネザーウォートに金ブロー。普通に嬉しい。最後は金属類のほかバーニングダッシュの巻物よ。良いですね。パラグライダーと組み合わせたい。さて、ハマってるこいつらを倒して。後ろ誰？グルートだ。今のはステルストーンの攻撃反応のワープね。これランナム発動は混乱のもとね。自分今どこにキリタン。秘宝キリタセンドラ1パート1シノルマ継続。まあホグリンの皮で新しいグリモワールを作って再突入しましょう。さすがに初期装備とは比較になりませんね。前回解説した通りグリモワール内の巻物は回収可能よ。魔法を引っ越ししましょう。埋まってた5つの魔法はとりあえず全部入れて、3枠余ってるのでバーニングダッシュは入れておきましょう。さっきチェストに入ってたソーラークリスタルが大量に。金ブロックを使って防具を作れるというか、それ以外の使い道がないようね。マナが上昇したり火ダメージに反応して爆発するといった特殊効果はあるようですが、性能としては鉄以上ダイヤ以下ですね。ちなみにもう一つ重要な特性として金装備扱いなのでフィグリンと敵対しないのだが、キリタンはそれに気づかずに後に作ってから普通に先制攻撃して回っているぞ。あと注意点として採掘すると一定確率で爆発するみたいね。もっと早く知りたかったですね。何かしらこの穴。とにかく入ってみようぜ。いや本当に何でしょうね。ダンジョンの出口にしては高すぎますし、下から登る入り口、それにしたってこんな垂直な。これは平らな世界。ネザーの屋根裏とでも言えばいいんでしょうか。見渡した範囲には何もありませんが、さすがにこの空間に何もないってことはないでしょう。その何かがフィールドオンエネミーでないことを祈るしかないわね。さすがにこれでしょう。この世界が隠しているものは。いかにもといった館だけど、とりあえず近づいただけでボスゲージが出たりはしていないわね。これは情報もっと曰く目の前の空間には何かあるようだけど。マリアかなんかでしょうか。でも殴って壊せそう。しかもアイテム化までするなんて。中にあるのは捧げ物の台座と。なんかを捧げたらボスが出るか宝が出るかの2択ですね。どうもここはクトニックカシードラルというようね。テラミキの現時点での最終ボスが召喚できる場所のようよ。なんか今さらっとネタバレしませんでしたか？実際に戦えるようになる頃には私たちも視聴者の皆様も覚えてないわよ。いやいや、こういうのは引きに使って視聴者さんの期待を煽らないと。あなたってこれでワクワクするの？もう少し絶望感を高めまして。もう負ける気満々じゃない。逆にここまで見てきて私が一発で突破できると思うんですか？
それはまあまあまあ。ではソーラークリスタル装備を作ってみますか。じゃん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 。いけてますか。顔くらいは見せた方がいいと思うわ。了解です。さて強化された装備でネザーを。あれ、これ届かなくないですか。ええ。今世紀稀に見る雑誌だったわね。強化が足りませんでした。拾ったラピッドレーザーとラバボムを装備します。別に魔法の構成を変えても操作スキルの方はどうにもならないわよ。うるさいですよ。あれは単なる不注意です。この東北キリタン、そう簡単に無様を晒したりしません。これはひどい。ふぐぐぐぐ、まだです。この際プライドは抜きにして要塞さえブレイズさえ見つけられれば。おっと、ご所望の要塞よ。おーおーおー。ブレイズロッドは手に入りましたよ。キリタン、一回休憩を挟むわよ。まだです。コンパートこそね、ちょっとはっきりとしたし。それでは再開しましょうか。まったく、取れ高を焦って雑プレイはいけないわよ。反省します。とりあえずブレイズロッドでアルスの魔導書をアップグレードしまして、でこっからどうしましょう。クエストライン的にはエンドラを倒す流れなんでしょうけど、そこまで鍛え上げるのにまず何から手をつけたものかしらね。とりあえず朝にしてから。あれ、寝れない。もしかして。やあ、ブラッドムーンだよ。こっちが心機一転修行編を始めようという時に。ネザーで通用しなかった分現世で暴れて自信を取り戻しましょう。とりあえずカエル君には家に避難してもらって。今さらゾンビやスケルトン程度じゃ怖くもなんともありませんよ。ともありませんよ。いませんよ。もうありませんよ。なんてこと。嘘でしょ。ブロック破壊の遠距離攻撃。それもスリーウェイなんて。敵はどこに。というかまずいわね。ラピッドレーザーは強力だけど着弾点で着火するから本当に自宅を危険にさらす戦いになるわよ。消さなきゃ。しようよ。わお、貴様か。人の家を入ってんじゃねえよ。これ壁越しに撃たれたら最悪ね。キリタン砲全問正射。とんでもない敵もいたものね。まったく修繕作業も楽じゃないんですよ。あっちの柱もやられてる。うぐぐ。しかも鳥畜生どもまで撃退されたわよ。このキリタン、前回までのか弱い女じゃありません。レザーから持ってきたラピッドレーザーを食らえ。結構な単発火力に1回詠唱するだけで複数回連射。殲滅力不足をそれなりに補ってくれてるわね。欠点といえばさっきも言ったけど着弾地点を着火することかしら。その後自宅内での乱戦をハートハンコで生存。さすがにこの体力じゃきつい。マナも枯渇気味よ。一旦マナさえ貯まればヒールが使えるのだけど。掛け際の家の利点はこいつです。ドラウンド寄ってくるんじゃありませんよ。全回復。今のマナ総量の6割ぐらい持っていくけどその価値はあるわね。尻尾巻いて逃げる気はありません。再上陸です。なんだか怪しげなオーラが。暗い不意打ち。前回入手したステルストーン、アクティブスキルでのワープ直後の攻撃が倍近く強くなるのよね。うまく使っていきましょうって言ってたらまた強そうなのに絡まれたわね。再上陸したと思ったらすぐに追い返されちゃった。硬かったわね。数分間格闘する羽目になったわ。朝だ。家もこんなボロボロになっちゃって。でも危ない瞬間はいくつもあったけど最終的には生き残った。やればできるじゃない。ようやく落ち着いて現状確認ができる。とりあえずアルスの魔導書をアップグレードしたことで AOE のグリフが使用可能に。これで範囲採掘ができるようになりました。コストが重いのでポンポン使えるもんじゃないですけどね。この流れでアルスヌーボーを少し進めましょうか。アーチウッドと金インボットでインビューメントチャンバー、アメジストやラピスラズリから基本素材のソースジェムを作成できるわ。これ単体でも機能するんですが、ソースというアルス特有のエネルギーを消費することで処理の加速が可能です。ソースジェム以外にも使うのでソースを確保する手段を作りましょうか。異なる現象、素材をもとにソースを生み出す装置がソースリンクよ。可燃物を消費するボルカニック、食物を消費するマイシリアル、ポーションを消費するアルケミカル、モブの脂肪、
誕生に反応するバイタリック、そして作物や樹木の成長に反応するアグロノミックの5つが存在するわね。最も手軽なのがソースベリー畑からアグロノミックソースリンクでソースを生成することでしょう。そのためアグロノミックソースリンクを作るためにキノコシチュー用のキノコを探しますよ。皆さん、なんだか面白そうだから指摘しないでおくわね。さてキノコを探すならこういう森の中でしょう。おっと、何かの構造物が。どうやらピリジャーの巣窟の様子。いけいバカども。こいつらやっぱり使いづらいですよ。ちゃんと敵対しないと戦闘してくれません。しかも攻撃せずにわちゃわちゃしてる時間も長いわね。魔術系のダンジョンのようで頂上には魔法使いのボスがいましたね。おっと、残念ながらホットバーにちゃんとパラグライダーを持ってるんですよ。こっちはこのままそっちの吹き飛ばしを逆に利用して空爆してやります。やっぱり難易度で体力が割合上昇してるとボスの硬さが相当ね。とベックス、一旦引きます。この狭い高台じゃ鳥どもは役に立ちません。ここはワープ後のダメージ上昇を活用して速攻をかけましょう。後ろもらった。50弱のダメージ、さすがね。ドロップの使い道は今のところ分かってません。そんなことよりキノコ探しです。メタンさん、何をそんな笑顔なんですか？いえ、何も。よし、これでアグロノミックソースリンクが作れますよ。そうね。ここで番組内容を変更してガチャのコーナーです。ブルームーンという運の良くなるイベントが起きたからということね。このバフがエニグマティックダイスに影響するのかは置いておいて、サクサクいきますよ。呪い状態じゃないと使えない。なんか沼爆弾、爆弾爆弾、カエル、ポーション、うお、恐竜、だいぶ自由に飛行させてくれる。大当たりね。ユニコーン、ライフスティール効果のポーション、ソーラークリスタル装備に束縛の呪い、クソサブテラノの2匹目。これはどうも、1日の間全モブが透明になる効果のようね。最悪っていうか、今勝手にワープしたってことはなんかから攻撃されてますね。私クソ、ブルームーンに釣られて夜にこんなことしなきゃよかった。ただソーラークリスタル装備の爆発炎上効果で相手に着火すれば位置を暴けるわ。九死に一生ね。でもそれ相手が近接モブならっていう正し書きがつきますよ。なんか透明な魔法使いに絡まれてるんですけど、しかもモブ召喚してきて、召喚したモブも召喚後数秒で透明効果の更新で不可視になるんですけど。アイ・オブ・ザ・ネビュラの自動ワープがなければもう死んでるわね。そうだ、それだ。突破口を思いついたかしら。背後ワープは対象のエンティティが視線の先にいなきゃそもそも発動しないし、クールタイムも起こらない。背後ワープが透明なエンティティ相手でも機能するなら、発動するまでそこら中を連打して、発動したら敵を目の前に置けます。魔法を出した。そこら辺にいるな。周りに召喚モブもいるみたいね。大ダメージだけど魔法使いに当たったかどうかは。燃えてた一方はスケルトンでしたから、残りが魔法使いです。相当タフですが、さすがに2発目は受けられないでしょう。勝ったぞ。差し違え、お見事よ。さてガチャは一旦終わってアルスに戻りましょうか。メタンさん？なんかいいことでもあったんでしょうかね。ソースベリー畑の周りにソースリンクを置いて、生み出すソースの受け皿となるソースジャーを置きまして、あ、ほらほら、ソースが溜まってます。確かにソースは産出されているが、実際にはベリーの成長ではなくベリーの収穫に反応している。アグロノミックソースリンクは成長に反応する。そのため完全に成熟した収穫可能なベリーを放っておいてもソースは産出されない。キリタンはそのためにベリーを収穫しているのだが、そのドロップがなんとマイシリアルのトリガーとなって実際にソースが生成できてしまったもんだから、勘違いが深まってしまったぞ。気づいたかしら。メタンさん、ずっと知ってたんですか？まあね。なんで言ってくれなかったんですか？アグロノミックソースリンク、小麦さえあれば作れたのに。さっきまでのアルス進めるためにキノコ探さなきゃね。キノコ見つかったぞ、やったね。その道中で構造物も攻略したし、取れ高になったぞ、嬉しいな。の流れ、あれ何の時間だったんですか？
完全に無意味ではなかったけど、その無駄な時間ほら、これでキノコを栽培できるようになったから、今見つけておいたことで今後キノコが必要になった時すぐに増やせるようになったわよ。畑を作ります。食料確保とソース生産の効率改善を兼ねて、まずはマグナムトーチで安全を確保。まあまあキリタン、元気分けてあげましょうか。メタンエネルギーで体力を回復してもらっても、精神力は回復しませんよ。そう言わずに、ほら。いい子いい子。さあ、撮影を続けますよ。もちろん、付き合うわよ。それで今は何をしてるのかしら。丘を下った先を畑にしようと思うんですが、そのための水路を。その間、コメント返しでもしたら心の栄養補給になるわよ。そうですね。視聴者の皆さん、コメントありがとうございます。ニコニコだとパート1も2も再生数100。YouTube でもなぜかパート2だけ再生数100を達成しました。正直、初投稿の目標としては10再生程度だったから、これは嬉しいわね。皆様、ありがとうございます。では読み上げはフリモメンさんに。うぽつぽつ。うぽつ、どうもありがとう。こんなんなんぼもらってもいいですからね。さすがズンネー様、見どころたっぷりなシードでしたね。ズンネー様ありがとう。スポーン直後からあんな目に遭うなんて思ってませんでした。でも、大量の村に、海洋の心に、なんだかんだ恵まれているシードでもあるわね。サンキューズンコ。RL だけはまずい。実際世の中って中身がどうか関係なく人気だから人気っていうものありますよね。一回知名度を獲得してそれがさらに人を呼ぶっていう。楽しめる人は楽しめると思うけれどね。ただまあ、人気があるから万人向けとは限らないってことよね。みんなもホットパックを選ぶときには気をつけてね。で、エッチだね。フリモメンさん。読ませてるのはこっちでしょうに。しかし、キータンがまさかあんなことを。違います。そもそもズンネー様の太ももと比べたら大したことありませんから。らしいわよ。視聴者の皆様はどっち派かしら。この見た目で中立なのね。これ中立モブなのか。調べてみたのだけれど、どうやら中立でもなく味方みたいね。ダイスで当てた時も屍の軍勢を与えるみたいなこと言ってましたけど、そうなんです。どうやら点火すると活性化するみたいなの。それで戦ってくれて、倒されてもあの状態に戻るエターナルソルジャーらしいわよ。ほへー、今度試してみましょうか。かしこたん。あら、ありがとう。どうも。いや、なんでメタンさんが反応を。これは私の先見の明に対する称賛のはずですが。そうかしら。カシコタンにはキリタン成分よりも四国メタン成分の方が多く含まれているように見えるわ。四国に「か」をつけるだけで賢くなるのよ。いやいや、100歩譲ってメタンさんを指してるのだとしたら、この人メタンさんをシコタンデレクスやばい人ですって。それはないです。おふざけが過ぎたかしら。ともかく皆様、改めてコメントありがとうございます。そしてニコニコの広告も。素材をお貸しいただいて広告までしてもらえるなんてありがとうございます。せっかく広告までいただいたのだから、私もこの立ちへのポテンシャルをフルに発揮すべきよね。広告待って、ありがとうございます。さて、アグロノミックソースリンクの範囲は各方向に15マス。ここに置いておけば畑の大部分の成長に反応するはずですね。キリタン、体力が増えたわよ。これはスパイスオブライフの効果ね。どうもいろいろ種類があって、しかもそれぞれフォークではないというややこしい状態なのだけど、このパックに入ってるのはキャロットみたいね。食べた種類が多いほど体力が増えるみたい。あ、モッドの情報に関しては間違っていたらすみません。でもだとしたら強くなるための一歩として畑をちゃんと作ったのは正解ですね。ドーモットで追加される本によれば20種類刻みで増えるみたいね。これは多いのくしゃね。この構成だと食べれるものが600種類以上あるようなので、そう難しくはないでしょう。ではサブテラノドンに捕まってソースベリー畑で働くスターバンクルを捕まえに行きますよ。イエーイ、なんという全能感。エリトラなんて必要ありませんよ。いや、良いですね、サブテラノドン。ウェーイ。何をしてるの？本当に何をやってるの？いや、効果のためにコントロールをしたはずなんです。シフトキーがこんなところにあるから。ちっちゃいおてて。動画も長くなってきましたからね。巻きでいきますよ。というか、これ以上恥をさらしたくありません。野生のスターバンクルは金塊を上げればトークンに変わるの。それと金印モッドを使って専用クラフトを行うことで召喚するためのチャームが作れるわ。こうして支配の杖というアイテムで保管先を指定してあげることでアイテムの輸送が可能です。またそれに加えてソースベリーを自動収穫もしてくれます。これでソースベリーは完全に自動化されましたね。
アイテム管理ももう少し改善しましょう。覚醒の儀式という儀式に本と羽ペンを使用するとブックワームという使い魔のチャームが入手できるわ。そしてアルスの保管の初見台は簡易な AE にて倉庫機能を提供してくれるわ。複数のストレージをつなぐことができて、その数を決めるのがブックワームの巣ということね。もちろんバカ正直に上限に付き合いはしませんよ。ソフィスティケーテッドストレージのコントローラーは複数のストレージをひとまとめにするハブとなります。これ単体を倉庫としては使用できませんが、これを初見台に認識させれば実質1枠で全てのチェストを認識させられます。あとは動物を集めて自動鉄生成装置とガントリーでの自動収穫機を作って、ずいぶん巻いたわね。大したもんでもないですしね。ということで拠点の設備が整ったところで今回はここまで。良いですね。上空からの眺め。次回も行き当たりばったりで行くの？いえ、次回はエテリアを触るということは決めてますよ。 YouTube ならチャンネル登録や高評価、ハイプ、ニコニコの皆さんはいいねやフォローよろしければお願いするわね。次回こそノーデスです。それでは次回また会いましょう。また見てね。